こんにちは、ひまわり花子です。今回は今現在の恋愛運はを占います。そうですね、11月もう下旬になりましたね。ゲッターズさんが言ってたんですけど、寒くなってくると恋愛運をとっても占ってくださいという依頼が多くなるそうです。人恋しくなってしまうんですかね、人間の心理として。ということで今回は恋愛運を占ってみたいと思います。それでは今日は左側からハートのエース、クローバーのエース、ダイヤのエースでいってみたいと思います。選んでみてください。カードを選んでいただいている間にこのチャンネルの説明をします。このチャンネルでは占いのタイトルについてひまわり花子が個人的にタロットカードで占っております。厳しい結果が出ることもあるのですが、素人占いなのでお気軽に見てくださいね。説明欄に目次がありますので、選んだカードの占いだけ見たい場合はそちらをクリックして移動してください。それではハートのエースを選んでいただいた方から占ってみましょう。ハートのエースを選んでいただいた方、今回はですね、上の列がシングルの方向けですね。そして下の列がカップルの方に向けての恋愛運を占ってみました。まずシングルの方からいきます。コイン6の逆位置、カップのクイーンの正位置、力の逆位置、ワンドのナイトの正位置が出ました。そうですね、ハートのエースを選んでいただいた方でシングルの方なんですけれども、今ですね、コインの6が出てまして、こちらちょっとケチという意味があるんですね。あとカップのクイーンの正位置はですね、愛情を注ぐという意味があります。それなのでこの2枚で現状を見るんですけど、現状のハートのエースのシングルさんはおそらく愛情を注げるような素敵な方がいないんじゃないかなと思いました。対策を見たいと思います。力の逆位置なのでこちらはコントロールができない。そしてワンドのナイトの正位置なので出発という意味ですね。おそらく鏡を見てますよね。自分の足りないところをですね、自分磨きしてくださいという意味に取りました。それなのでハートのエースのシングルさんは自分磨きを頑張ってみてください。そしたらおそらく新しい恋人ができると思いますよ。参考にしてみてください。そしてハートのエースを選んでいただいた方でカップルの方ですね。恋人がいらっしゃる方なんですけれども、皇帝の逆位置、ソードの3の正位置、節制の逆位置、審判の正位置が出ました。そうですね、ハートのエースを選んでいただいた方でカップルの方なんですけれども、ちょっとですね、申し上げにくいことを言います。おそらくこちら2枚で現状を見ますが、皇帝の逆位置は規則を守ってないですとか、ルールを守ってないですとかですね。そしてソードの3の正位置なのでルールを守ってないことについて傷ついたというような意味があります。何か恋人とすれ違いを感じているかもしれないです。対策なんですけれども、節制の逆位置と審判のカードが出てますね。節制の逆位置はアンバランスさを表します。そして審判のカードは良い結果が出るという意味なんですけれども、対策で引いた場合はですね、おそらくですね、別れてもいいという意味に取りました。それなので、そうですね、傷ついてしまって辛い思いをしていたり、またちょっと理由を教えてくれないことをされてしまった時はですね、別れるというのも考えてみてはいかがでしょうかという対策でした。参考にしてみてください。クローバーのエースを選んでいただいた方、今回はですね、上の列がシングルさん向けですね、下の列がカップルさん向けに占ってみました。まずシングルさんの方から占ってみたいと思います。こちらの2枚で現状を読みます。コイン2の正位置、マジシャンの正位置、そしてこちらの2枚で対策を見ます。
ソードの4の正1、ソードの7の正1が出ました。そうですね、クローバーのエースを選んでいただいたシングルの方なんですが、おそらくですね、現在何か合コンのようなことを結構たくさんされている可能性がありますね。コインの2の正1は楽しい遊びという意味です。そして、マジシャンの正1ですね。こちらは主張をするという意味になりますので、おそらく合コンなどに行かれてですね、たくさん知り合いの人とかにも声をかけていると思います。今、恋人を募集中ですというような形ですかね。それに対してですね、対策なんですけれども、真逆の意味が出てます。こちら2枚のカードの真逆の意味なんですね。ソードの4の正1ですね。ソードの4の正1は休息という意味があります。そしてですね、ちょっと静けさを作るっていうんですかね。間を取ってみたりですとか、あんまりこう押していく感じではなくて、沈黙の時間を作ってみたりするといいと出てますね。そしてソードの7の正1も身を守りながらの成功なので、ガードをちょっと固くしてみるっていうのはいかがでしょうかという対策が出ました。ちょっとこう遊んでますという感じではなくて、様子を結構見てますという形ですね。そちらの方がうまくいくという対策が出ました。参考にしてみてください。クローバーのエースのカップルの方ですね。こちらの2枚で現状を見ます。コインのキングの逆位置、女教皇の逆位置が出ました。こちらもですね、同じような意味が出てますね。おそらくコインの場合はお金なので、ちょっと恋人に対してお金をたくさん使ってしまっている可能性がありますね。そうですね。対策を見てみます。ソードの10の逆位置、吊るされた男の正位置が出ました。対策はですね、ソードの10の正位置ですと同じ意味を持っているカードなので、相手の言うことを聞くという意味なのですが、逆位置になってますので、たまには相手の言ってきたことに対して反論してみるといいという対策が出てきました。それなので、カップルの方は何て言うんですかね、このギャップっていうんですかね、とても従順なんだけれども、たまには断ってみるというのが効果があるそうです。参考にしてみてください。ダイヤのエースを選んでいただいた方、今回はですね、上の段はシングルの方向けに占ってます。そして下の段はカップルの方に向けて占っております。まずシングルの方からいきますね。シングルの方なんですけれども、こちらの2枚で現状を占います。まず愚者の正位置、カップの9の正位置が出ました。おそらくですね、シングルの方なんですけれども、自分のですね、理想の恋人が見つかったんじゃないかなという気がします。愚者の正位置はスタートという意味があります。そしてカップの9はウィッシュカードといって願いが叶うカードなんですね。それなので、おそらく好きな方が見つかったと解釈しました。対策を見てみましょう。バンドのキングの正位置、ソードのエースの正位置が出ました。対策なのですが、バンドのキングはリーダーシップを取ったりですとか、あとは自分に従ってくるものを、受け入れるという意味がありますね。それなので、もし相手の方から告白をしてきた場合は答えてあげてください。ソードのエースの正位置は力で押し切るという意味がありますので、相手の方から好意は感じられるのですが、告白をしてこなかった場合はですね、自分から告白をしてもいいという対策になります。ダイヤのエースのシングルの方は理想の恋人がいましたらですね、
相手から告白をされたら受け入れてあげて、自分からもし告白したかったら告白をしてみてください。参考にしてみてください。ダイヤのエースの今度ですね、カップルの方ですね。占ってみます。こちらの2枚で現状を見ます。星の逆位置、コインの4の逆位置が出ました。おそらくですね、ダイヤのエースを選んでいただいたカップルの方なんですけれども、相手がですね、自分の理想の恋人とちょっとタイプが違う方みたいですね。星の逆位置が出てます。そしてですね、コインの4の逆位置が出てますので、こちらは執着心がなくなるという意味なので、それなのでおそらく相手に興味がなくなってきてしまったのではないかと思いました。対策、こちらの2枚で見ます。カップの2の正位置、カップのエースの正位置が出ました。そうですね、連番で出てますので、人間関係が必要な時に連番になりますね。あと、カップの2なんですけれども、こちらはパートナーシップという意味がありますね。あと、カップのエースの正位置は、愛情が溢れ出しているですとか、または自分を愛するという意味になりますので、相手にですね、自分について自分のことをどう思っているかというのを一度確認をしていただきたいんですね。コミュニケーションをとってもらいたいんです。そして次の段階に進んでもらいたいんですね。おそらく相手の方はですね、あなたのことがとても好きなようですよ。または相手がもし自分のことをあまり興味がないようでしたら、あなたの心の赴くままにですね、対応してもいいかもしれないです。別れたいですとか、そういったことも考えてもいいかもしれないです。自分を愛して他人を愛すると言いますからね。まず自分を満たしてあげてください。相手がもし自分のことを好きだと言ったら、その気持ちに応えてあげていただければと思います。参考にしてみてください。エンディングです。今回は今現在の恋愛運はを占いました。いかがだったでしょうか。今日はですね、コメントはなしでこのままイエスの占いをやって締めたいと思います。それでは何か皆さんが個人的にイエス・ノーで決められるような占いのお題を一つ作ってください。そちらに対して私がカードを引きまして、正位置2枚でイエス、逆位置2枚でノーとなりますので、何かお題を考えてください。イエス・ノーで何か決められるようなお題できましたでしょうか。それでは始めたいと思います。いきます。わからない、または決まってないですね。今考えていただいたお題の答えは、わからない、または決まっていないです。それでは、この辺で、バイバーイ。